んにちは。ココイストマスターエディケーターの露木千里です。今日はココイストから新しく出ましたこちらのベールパウダーの2種類、こちらを使いまして冬のベールのようなフリルネイル、こちらのアートをご紹介していきます。今日はこちらの色を作っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。使用するアイテムはこちらです。早速アートをしていきます。まずこちらのチップはジェリップのアーモンドミディアムの5番を使います。ベースジェルを塗布してある前提でアートしていきます。はじめにこちらバースストーンシリーズの誕生石のフラッシュネイルですね。こちらの9月の色サファイアフラッシュを使っていきます。こんな感じでフラッシュのラメがとても綺麗なカラーです。まず前面に塗布していきます。塗布できましたら硬化していきます。硬化が終わりましたら2度塗り目をしていきます。2度塗りできましたら硬化していきます。硬化が終わりました。次にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらを前面に塗布していきます。塗り残しがないかを確認できましたら硬化していきます。次にこちらのフェアリーベールパウダー、こちらの方を先ほどのチップの上にのせていきますが、少量取りましたらまず前面にこんな感じでポン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 とのせるように塗布したらこすっていきます。余分なパウダーを払うついでにファンデーションのスポンジみたいなもので余分なパウダーを払って、さらにこんな感じでツヤが出てきます。一層ベールがかかったような仕上がりになっております。この上にさらにこの雪の結晶、こちらをこの上にアートしていきます。こちらのノンワイプアクセサリーボンドのホワイト、こちらを使って結晶を描いていきます。スカーフではこちらのロングライナーですね、ロングライナーブラシ、こちらをそのまま描いていきます。ロングライナーブラシにジェルを含ませたら結晶を描いていきますが、この時はちょっとジェルを置いてくるような感じで描いてあげると線が引きやすいです。まずこのように3本線を描きましたら結晶の模様をつけていきます。ノンワイプアクセサリーボンドのクリアでもいいんですけれども、こちらの方がアートしているのが分かりやすいのでホワイトがおすすめです。こんな感じでちょっと点も入れていきたいと思います。ここにフリルが来る予定なので、ちょっとこちらにも隙間が空くので、ちょっと輝いたようなキラッとした模様も入れていきたいと思います。さらにそこの隙間にドットを打ってあげるとキラキラしたような表現ができます。こんな感じでできましたら硬化していきます。硬化が終わりました。次にこちらのプラチナベールパウダー、こちらを先ほど描いた雪の結晶の上にのせていきます。のせましたら先ほどと同じようにこすっていきます。同じようにファンデーションのスポンジでこのように余分な粉を払って雪の結晶ができました。次にこちらのアートクリア、こちらを全面塗布していきます。今こちらはボトルタイプで塗りますが、コンテナタイプもございますのでお好きな方をお使いください。
全面に塗布できましたら硬化していきます。硬化が終わりました。次にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらも全面に塗布していきます。雪の結晶の凹凸が多少ありましても、こちらのトップジェルでプルッとしたようにカバーできますので、少し多めにしてあげるとフォルムも崩れません。全面に塗れましたら硬化していきます。硬化が終わりました。次にこちらのフリルの部分を作っていきます。フリルの部分はボバジェルのローを使っていきます。こちらのジェルは取る時にエタノールまたはクレンザーを用意しておいてください。その際にスパチュラ、エタノールまたはクレンザーを含ませてこのように取っていきます。取りましたらフリルをのせたいところに押し当てていきます。この時は形はそんなに気にしなくて大丈夫です。次にこちらのシリコンスティック、こちらもエタノールを少し含ませて形を整えていきます。おおよそフリルをのせたいところに広げていただいて、こんな感じに平らになりましたら、まず少し斜めですね、上から見てこんな感じで斜めに刺してあげて、この盛り上がった部分を少し戻していきます。同じように斜めから刺して戻す、斜めから刺して戻すというようにしてあげると綺麗なフリルの形が出来上がっていきます。この時少しこちらが中心になるようにシリコンスティックを傾けてあげると、中心に向かってフリルが広がっているような形になります。このように形が整いましたら硬化していきます。硬化が終わりました。次にこちらのウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルをこちらのベールにのせていきますが、この時はこの上にさらにパウダーをのせるので、薄めにちょっとしごくように塗布してあげるといいです。このフリルの隙間に入り込まないように少し筆に圧をかけてあげると綺麗に形が残って、ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗ることができます。塗れましたら硬化していきます。硬化が終わりましたら、こちらのフェアリーベールパウダー、こちらを少しつけてフリルにこすりつけていきます。これをのせることによってより一層ベールのような感じのフリルが完成します。こんな感じでこすりつけましたら、先ほどと同じようにファンデーションのスポンジ等で余分なパウダーを取りつつ磨いていきます。こんな感じでできました。さらにこちらの上にウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを塗っていきます。この時も同じように、あまりこのフリルの溝にジェルがたまらないように少し筆を立てたり圧をかけながら塗布してあげます。塗れましたら硬化していきます。硬化が終わりましたので、次にこちらにストーン等を並べていきたいと思います。使うのはこちらノンワイプアクセサリーボンドです。こちらをロングライナーブラシでジェルを取っていき、ストーン等をのせたいところにのせていきます。今回私はあえて大きさがバラバラな感じで、ランダムな感じでストーンとパールをのせていこうと思います。
トーンが乗りましたら硬化していきます。ストーンの輝きを損なわせたくないために、今回はノンワイプアクセサリーボンドを少しストーンにかぶるように塗っていきます。囲むことによってストーンの輝きは損なわずにストーンも取れにくくなります。できましたら硬化していきます。こちらで完成です。さまざまな輝きをまとったベールのようなフリルネイルが完成です。冬にぴったりですので、ぜひ皆さんもやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ココイスチャンネルの登録、高評価ぜひお願いいたします。以上、ココイストマスターエディケーターの露木千里でした。ありがとうございます。